ご視聴ありがとうございます。今回は、ある大都市の鉄道に迫ります。市内中心部の交通を担う駅と路線の施設、絶賛進行中の大プロジェクトを、現地の映像を交えて解説します。変わった企画の路線たちの比較にも注目です。ここは、北海道最大の繁華街、すすきのです。交差点の周りにはビルが集まり、南西の角には去年11月にオープンした商業施設、交差点の西には市電の停留場があります。市電はここで北へ向きを変えます。この道路を北に 1.5 キロほど進めば、JR 線も乗り入れる札幌駅です。そしてこの下にあるのが、札幌市営地下鉄南北線のすすきの駅です。南北線は、札幌の3つの地下鉄のうち、最初に開業した路線です。札幌市街地の真ん中を貫くだけあって、日中でも乗客が多くて混雑しています。階段を降りた場所には、先ほどの商業施設と直結する通路があります。冬の積雪は半端ない札幌だけに、地下鉄の駅と直結していることは商業施設には重要です。そして、綺麗なのはここだけではありません。すすきの駅のコンコースなども去年冬に改修され、すっかり綺麗になっています。数年前、市営地下鉄の複数駅を対象にした改修計画が立てられたものの、感染症の拡大で利用者が減ったことなどから、一度は断念されました。ただし、すすきの駅は市内有数の繁華街にあり、商業施設のオープンに合わせて改修されています。ここから北には地下街があり、すすきの駅はその終端にあたる場所でした。以前は古びた内装でやや影の薄かったこの駅ですが、リニューアルを機にさらに存在感を増すことが期待されています。改札内に入ります。この改札は上下線のホームにつながっています。これ以外に先ほど見た2つの改札があり、それらは片方のホームだけにつながっています。エスカレーターはそれらの改札だけにあり、ここは階段だけ。ただしエレベーターがあり、バリアフリー対応は完璧です。コンコース階に加え、ホーム階もリニューアル済みです。すすきの駅の次の大通駅、その次の札幌駅は、札幌中心部の主要駅です。ここから列車に乗り、次の大通駅まで行きます。まもなく2番ホームに麻生行きが到着します。ご注意ください。以前は上下線とも女性のアナウンスでしたが、機器の老朽化が進んだため、22年9月に麻布方面行きが男性の声になりました。また、逆の真駒内方面行きの声も別の女性の声になっています。なお、アナウンスの後のメロディーは、冬のオリンピックとパラリンピックの招致機運を高めるため、19年2月から放送が始まったものです。ただし、去年12月に招致活動の中止が決まり、3月までの取りやめが決まっています。列車に乗り込みます。この映像だと分かりにくいですが、車両の幅は 3.08 メートルあり、国内の一般の鉄道車両より一回り大きいです。しかも、動き出した時の加速度は 4.0 キロ毎時毎秒で、国内の一般の鉄道車両としては最も速い部類です。そしてこの音、一般の鉄道とは違います。まず、これら3駅の概要を解説です。札幌市営地下鉄の路線がこの3つ。1971年12月、南北線の北24条真駒内間が開業しました。札幌、大通、すすきのの3駅が開業したのはこの時です。76年6月、東西線のことに白石間が開業。大通駅で乗り換えられるようになりました。88年12月には、東方線の栄町放水すすきの間が開業。大通駅に3路線が集まる形態になりました。現在、すすきのと大通の間には、市電の軌道があります。かつてはすすきのと西4丁目で折り返し運転をしており、2015年12月に間をつなぐ長さ400メートルの軌道を新設し、環状運転が始まっています。なお、新設された軌道は道路の真ん中ではなく、両脇にあります。荷さばきの車両が止められなくなるなどの欠点はあるものの、歩道から直接乗り降りできるので好評なようです。94年、平成6年10月には東方線の残りの区間が開業し、今の札幌市営地下鉄の路線が全線開業しています。なお、この区間は平成に開業した唯一の区間です。
これらの路線は、国内の地下鉄では唯一、鉄車輪ではなくゴムタイヤを採用しています。理由は3つ。ゴムタイヤの方が騒音が少なく、乗り心地が良いこと。そして勾配に強いことです。南北線には広角感があり、取り付け部分には40ミルを超える勾配があります。ゴムタイヤなら、この勾配でも楽々走れます。この高架線は雪を防ぐシェルターで覆われており、ここまで大掛かりなのは国内では札幌だけです。なお、3路線の規格には違いがあります。南北線は直流 750V で、線路の横にある第3基上から電気を集めるのに対し、他の2路線は直流 1500V で、線路の上の架線から電気を集めます。これは、輸送力を強化することを念頭に、より規格が高く、高速運転するのが目的のようです。さらにゴムタイヤは摩擦が大きいため、加減速性能も高くできます。規格が異なる南北線だけは専用の車両基地があるものの、東方線の車両は東西線の西車両基地でメンテナンスを受けます。このため、両線は専用の連絡線で繋がれています。朝の一部の列車は西車両基地から回送され、札幌駅で始発列車になります。逆に西車両基地に戻る列車は、栄町駅から回送されます。昔は札幌駅まで乗客を乗せていましたが、終点で乗客を降ろしたりする手間が大変で、栄町方面行きとの平面交差もダイヤ上のネックだったため、すでになくなっています。大通駅に到着です。すすきの駅とは異なり、ドア前には降車用の区画、壁際には通路用の区画があります。発車する列車を見送ります。この駅では乗務員が交代します。14年9月に南北線乗務係の庁舎が移転する前は、車両基地に近い自衛隊前駅で交代していました。すすきの駅とは異なり、3路線が集まるだけあって構内図は複雑です。私がいるのがここ。南北線のホーム階と東西線のホーム階は直で繋がっています。一方東方線のホームは離れており、東西線で一旦上の階層に上がり、3層分降りることになります。ホームを H 型に並べて、東西線のホームの両端で他の路線につなげれば便利ですが、東方線だけが離れています。なお、ホームの一番後ろの改札からすすきの駅の方を見た様子がこちら。地下街ポールタウンは、両駅の間に続いています。ホームの中ほどに進み、東西線ホームを経由して東方線に乗り換えます。乗車位置と降車スペース、通路のマーキングはホーム全体にあります。今は昼間なのでやや空いているものの、ラッシュ時はかなり混雑します。特に南北線の混雑は昔から激しく、開業当時の小型車両では輸送量が少なく、課題になっていました。1両あたり14メートル程度のサイズで、最大8両編成。ドアは全部で16箇所しかなく、ラッシュ時の混雑が激しかったのです。それを解決するため、95年に登場したのが、私が乗った5000型です。1両あたり20メートルの大型車体、6両編成になりました。ドアは24箇所に増え、ラッシュ時の混雑緩和に威力を発揮しています。他の2路線はそこまでの輸送量ではなく、東西線は7両、東方線は4両です。それぞれ両数を増やせるよう計画されたものの、実現の予定はありません。東西線ホームにつながる階段のうち、下りの区画は右端だけですが、左側にはみ出す人も多いです。日中の本数は毎時8本で、南北線と同じです。ホームを進みます。列車を待つ人の列が長く、階段などがあるのでホームが圧迫されます。南北線と同じく、乗車スペースと降車エリアのマーキングがあります。ホームの両サイドには、車両を増やすためのスペースがあります。比較的後に開業した路線で、こうしたスペースが活かされないのはよくある話です。ホームの端にあるエスカレーターを上がります。階段の案内の色が東方線のラインカラーになっており、一見してわかりやすいです。結構人が多いように見えますが、周辺のビルなどに出入りする人が多く、東方線と行き来する人はそれほどいません。ホームはこの下。横に後付けで通路を作っています。ちなみに反対側には車両の説明書きなどを展示するスペースが、そばにはベンチもあり、この辺りがそれほど混まないのがわかります。エスカレーターを降ります。この下の階層で上下線のホームへの動線が分かれます。地下1階の地下通路と地下2階の東西線、地下3階のコンコース。ホームがあるのは地下4階です。
東方線のホームに到着です。奥には余っているスペースが続きます。東方線は他の2路線より輸送量が大幅に少なく、特に北寄りの区間では、ルートが政治的な都合で決まったため、利用者数が伸び悩んだという話まであります。ホームの端は人がいないので、枠だけで中身が入っていない駅名板まであります。ちなみにこの先には、東西線への連絡線につながるポイントが見えます。その位置関係のため、回送列車は大通駅には来ないです。このホームは最大8両編成にできますが、今に至るまで4両編成です。幅が広めなホームも閑散としており、なんだかもったいないですね。これは隣の駅も同じです。東方線の放水すすきの駅は南北線のすすきの駅と地下通路でつながっておらず、すすきのの繁華街から遠いこともあって閑散としています。歩いて数分の距離ですが、真上の道路も人通りが圧倒的に少ないです。南北線、東西線と同じく、日中は毎時8本。両数が少ない分需要が少ないようで、車内もそれほど混んでないです。一方、大通駅の乗車スペースと降車スペースのマーキングがあるので、ラッシュ時にはそれなりに混むのでしょうか。札幌駅に向かいます。規格が同じ東方線と東西線ですが、車両の導入時期が違ったこともあり、車両は分けられています。両数も異なるため、車両の運用も分けられています。札幌駅では南北線と乗り換えられるものの、アナウンスがあるのは麻布方面だけです。液晶モニターの隣のシールを見ると、東方線と南北線の乗り換え駅が指定されているのがわかります。これはなぜでしょうか。ホームに降ります。ここは上下線がホームを挟む構造です。前寄りに JR 線への通路、後ろ寄りに南北線への通路があります。南北線のホームに向かいます。南北線に切符で乗り換えるお客様は、黄色の改札機をご利用ください。気になる文言ですね。南北線のホームへつながる通路は、向かって右にあります。黄色の改札機とは、右奥に並んでいるあれのことです。そう、札幌駅の東方線と南北線は、改札外乗り換えです。そしてこの先、南北線の改札まで、通路を見通せます。実は、以前はこれらの乗り換え改札がなく、左右の柱に沿って250メートルほどフェンスがあり、両線を改札内で乗り継げるようになっていました。大通り、札幌の両駅で改札内乗り換えができたため、例えば南北線の真駒内方面から、札幌駅で東方線の福住方面に乗り換える乗客もいました。これだと札幌と大通りの間を2回通るため、不正乗車に当たります。乗車距離が伸びる分所要時間も増えますが、東西線ホームを経由した複雑な乗り換えをしなくて済むため、結構需要があったようです。ところが2011年3月に、大通駅と札幌駅の間に、札幌駅前通り地下歩行空間、通称地下歩が開通。両駅の間を地下で移動できる便利な通路だけあって、常に人通りがあります。一方これにより、地下歩の東側の通行を遮るフェンスの存在が問題視されるようになりました。もともと東方線が開業した88年12月からあったこのフェンスは、通路の左右の行き来ができなくなるため評判が良くなく、地下歩開通を機に撤去を求める声が高まりました。17年9月、乗り換え改札機の導入に合わせて乗り換え通路は廃止され、フェンスもなくなりました。これに合わせ、南北線と東方線の乗り換え駅が、経路に応じて指定されるようになりました。先ほど触れた南北線真駒内方面と東方線福住方面の利用は NG となり、大通駅での乗り換えが必須になりました。札幌駅での乗り換えが改札内から改札外になったことで、どちらの駅で乗り換えたかが改札機で判別できるようになり、指定されていない乗り換え駅で乗り換えると、追加運賃がかかるようになりました。南北線の改札は250メートルほどしか離れていないのに、人通りが全然違います。南北線の需要の高さと地下歩の威力がわかります。南北線の改札は南北に1カ所、中央に1カ所あり、ここは JR 線から遠い南改札です。初期に開業した路線だからなのか、乗降客の割に施設が手狭です。混雑は JR 線に近い北改札のあたりで顕著で、列車が到着するたびにホームの端まで乗客が溢れます。特に朝夕のラッシュ時は、駅員が乗客を誘導しています。そしてこの状況への対策が間もなく動き出そうとしています。
札幌駅では、真駒内方面行きの線路の東側に、幅6メートルの新たなホームを設置することが決まっています。真駒内方面行きの発着は新設されるホームに移行し、既存のホームは麻布方面行き専用とされ、混雑が緩和されます。これは駅東側の再開発事業とタイミングを合わせたもので、ホームに直結したコンコースを設け、ビルと直結させる計画です。また、札幌駅のエスカレーターは、JR 線から遠い南改札だけにあります。エレベーターはホームの中ほどで、JR 線からの動線の不便さが問題でした。ホームを増設して混雑緩和を図った後、北改札内にエスカレーターを設置し、さらなるバリアフリー化と旅行客らの利便性向上を図ります。新ホームの使用開始は2027年度の予定です。そして、これまでにも出てきた南北線5線型の置き換えも決まっています。95年から99年まで17本が製造された後、2009年から11年にかけて3本が追加で製造され、合計20本があります。結構新しそうなこの車両ですが、初期の車両はもうすぐ30年が経ちます。24年度に仕様や機能を策定し、翌年度から契約と設計、製造を始める予定です。一方この先でも新たな変化が続いています。そう、ここで接続する JR の札幌駅です。地下鉄とは少し離れており、歩いて数分かかります。札幌駅南口の駅前広場の下を通り、寒さ対策のドアを抜けて地上階に上がると、正面の仮囲いで通路が分断されています。仮囲いにはこんな張り紙が、北海道新幹線の札幌延伸に備え、今ある札幌駅の南側に新幹線の高架橋を作る工事が進んでいます。高架橋の支柱は、この下の連絡通路よりもさらに低いところまで伸びるようです。この上には、新設された高架橋らしきコンクリの構造物が見えます。東京札幌間が新幹線で一続きになるとは実感が湧かないですが、工事は着々と進んでいます。そして西改札を入って右側では、2番乗り場につながる階段などに仮囲いが設置されています。階段の幅も狭くなり、東側の階段などを使うよう進める看板もあります。ホームに上がると、ほぼ半分のスペースが仮囲いで塞がれていました。この先でも天井まで仮囲いが建てられ、工事が進んでいる感が漂います。一連の工事により、元々あった1番乗り場は廃止されています。一方、逆に新設された乗り場があります。そう、10番乗り場の隣にある11番乗り場です。床はコンクリ打ちっぱなしで、仮囲いが続くなど、コンコース階は仮設な感じです。一方、エレベーターやエスカレーターがあり、バリアフリー対応は完璧。11番乗り場は長さ140メートル、6両分あります。乗車位置案内には、特急ライラックやカムイ、スズランの乗車口もあるものの、通常ダイヤで特急がこの乗り場に来ることはないそうです。また、南北線の駅の反対側、北側でも、駅の改良工事が続き、一面の仮囲いが見えます。将来的には、在来線乗り場をまたいで東側の新幹線乗り場をつなぐ乗り換え通路が作られます。そして工事中なのは、ここだけではありません。ホームの東側の端には、ある掲示があります。乗り換え通路の建設に伴い、ホームを短くするのです。北海道新幹線の札幌延伸は、2030年度末の見込みです。また、再開発で作られるビルにバスターミナルを集約する構想もあります。今の乗り場は会社ごとに異なる上、天候の影響を受けやすいです。実現すればバスの利便性が上がるほか、天気の悪い中バスを待たなくてよくなります。ご視聴ありがとうございました。